皆さん、こんにちは、しょうこです。今回も、ポッドキャストに来てくださってありがとうございます。ここ最近、日本ではようやく梅雨が終わりました。梅雨というのは、6月から7月頃に続く雨の多い季節のことなんですが、それが明けた途端、いきなり本格的な夏がやってくるんですよね。外に少し出ただけで汗が止まらなくなるくらい、毎日ぐんぐん気温が上がっています。湿度も高くて、まさにムシムシするという表現がぴったりの天気が続いています。皆さんのいる場所は今どんな気候ですか？暑い地域に住んでいる人は熱中症には注意してくださいね。こまめな水分補給も忘れずに。今回のテーマは日本人は夏休みにどこへ行くのかというお話です。定番の旅行スポットはもちろん、私自身の思い出話や夏の過ごし方についても触れていくので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは始めましょう。夏休みの旅行先として日本人が選ぶ場所には実は大きな傾向があります。一つは南に位置する沖縄へ向かうタイプ。もう一つは涼しさを求めて北海道へ行くタイプです。この二つは日本の夏の旅行先として長年不動の人気を誇っています。まずは沖縄について話しましょう。透き通るような海の色と真っ白な砂浜が印象的な場所ですね。シュノーケリングやスキューバダイビングを目当てに行く観光客も多く、リゾートホテルに滞在して非日常を味わうのも沖縄旅行の王道スタイルと言えます。実際、私も沖縄にはたくさん行ったことがあります。本当に海が綺麗で、サンセットビーチはまさに圧巻の一言でした。圧巻というのは、目にした人が思わず息を飲むほど素晴らしいものを表す言葉です。現地の食事もとても魅力的でした。沖縄そば、ゴーヤチャンプルー、サーターアンダギーなど、本土とは一味違う独自の食文化が根付いています。私はお土産でも有名なチンスコーが好きです。クッキーみたいな食べ物ですね。いろんな味があるんですよ。沖縄に行ったことがある人がよく言っているのは、沖縄は日本じゃないみたいです。アメリカ軍の基地があるためか、アメリカらしい雰囲気があったり、食べ物だとステーキが有名ですよね。アイスクリーム屋さんもアメリカっぽい雰囲気で私はとても好きです。沖縄の有名なアイスクリーム屋さん、ブルーシールは何度行ったことか。塩バニラソフトクリームが本当に美味しいんですよ。さて、続いては北海道です。日本列島の最北端に位置していて、夏でも他の地域ほど蒸し暑くならないのが最大の特徴です。本州が猛暑に苦しんでいる間も、北海道は比較的過ごしやすい気温を保っているため、涼しい夏を求める人たちから支持されています。代表的なスポットが富良野のラベンダー畑です。見渡す限り紫の花が広がる光景はまるで絵画のような美しさがあります。ただし行くタイミングには気をつけたいところで、ラベンダー畑の見頃はだいたい7月10日から20日あたりとされています。それを過ぎると収穫作業が始まってしまうので、花が満開のうちに行くのがポイントです。それから美瑛にある青い池も見逃せません。その名の通り、水面が青く染まって見える神秘的なスポットで、朝早い時間帯に訪れると、光の当たり方によって本当に美しく見えると言われています。写真を撮るのが好きな人には特におすすめです。さらに動物たちの姿がそのまま観察できる旭山動物園や世界自然遺産に登録されている知床も人気の観光地です。知床には手つかずの自然がそのまま残っていて、雄大な自然を求める旅行者にはぴったりの場所と言えます。北海道全体を通して言えるのは、夏でも過ごしやすい気候の中で豊かな自然を満喫できるという点が多くの人を引きつけている理由なんだと思います。北海道にはまだまだ紹介したい場所があるんですが、
今日のところはこのくらいにしておいて、次は東京から比較的近い気軽に行ける夏のスポットを紹介したいと思います。沖縄や北海道は魅力たっぷりですが、飛行機での移動が必要になるので、それなりに時間もお金もかかってしまいます。実は東京から日帰りや一泊二日くらいで十分楽しめる場所も日本には数多くあるんです。海を満喫したい人には静岡県の伊豆や和歌山県の南紀白浜がぴったりです。伊豆は東京から新幹線を使えば日帰りも十分可能で、しかも温泉まで楽しめるという嬉しいポイントがあります。南紀白浜は真っ白な砂浜が広がっていて、まるで海外のリゾート地に来たかのような雰囲気を味わえます。一方、暑さが苦手で静かに過ごしたいという人には、長野県の軽井沢や上高地が定番です。軽井沢は山の高いところにあることから、夏場でも涼しく過ごせるため、昔から避暑地として知られています。上高地は自然がとても豊かで、澄んだ空気と美しい山の景色を味わうことができます。避暑地というのは、暑さから逃れるために訪れる涼しい土地のことです。長野にはこの他にも白馬や蓼科といったエリアがあり、こちらもゆったりと散歩したり、高原のリゾート気分を味わったりするのに向いています。私は子供の頃、夏休みになるといつも蓼科に旅行に連れて行ってもらってました。涼しいし、なんだかイギリスの田舎みたいな雰囲気で大好きでした。食べ物も美味しくて、ソフトクリームを食べるのが楽しみでした。神奈川県の江ノ島も根強い人気を誇るスポットです。東京から電車で1時間程度で到着するので、気軽に海を楽しみたいという人たちに選ばれています。江ノ島はしらす丼が有名で、海鮮が好きな人は行くといいですよ。おしゃれなカフェもあったりして楽しめます。私はこの間、妹と行ってきました。意外に知られていないかもしれませんが、栃木県の那須高原や奥日光もおすすめです。標高が高く涼しい気候なので、家族での避暑旅行にちょうどいい場所として選ばれることが多いです。あとは、福井県の東尋坊も外せません。断崖絶壁の崖が迫力満点で、夏に一人旅を計画する人にもよく紹介されているスポットです。ここは学生の時の合宿で行きましたね。こうしてみると、日本の夏の過ごし方は本当に多様で、海派か山派か、あるいは近場か遠出か、選択肢が豊富にあることがわかりますね。皆さんはどこに行ってみたいですか？日本の夏を語る上で避けて通れないのがお盆です。お盆は毎年8月13日から16日頃まで続く日本に古くから伝わる伝統行事です。一般的には長期休みで知られていますね。このお盆の期間になると多くの日本人が生まれ育った地元、つまり田舎へと戻ります。これを帰省と呼びます。家族揃ってお墓参りをし、ご先祖様に感謝の気持ちを伝えたり、久しぶりに親戚と顔を合わせたりする、そんな時期なんです。お盆はもともとご先祖様の霊がこの世に一時的に戻ってくる時期だと信じられてきました。だからこそ家庭では迎え火を焚いたり、お墓を丁寧に掃除したりしてご先祖様を迎え入れる習慣がありました。都会に住んでいるとなかなか見られない光景ですが、私も小さい時は両親の実家に行ってお墓参りに行きました。ただし、このお盆の時期は移動が本当に大変です。日本全国で人々が一斉に動くので、新幹線も高速道路も混雑がピークに達します。帰省ラッシュと呼ばれる現象で、渋滞の長さが50キロを超えることも。
新幹線のチケットも早めに押さえておかないと、あっという間に売り切れてしまいます。最近は指定席にしないとチケットが買えなかった気がします。そしてお盆にはこんな言い伝えもあります。お盆を過ぎたら海で泳いではいけないというものです。お盆の間にこの世に戻ってきた霊たちが期間が終わると海を通ってあの世へ帰っていくため、泳いでいると引き込まれてしまうという理由なんだとか。実際にはこの時期からクラゲが増えるからという現実的な理由もあるようですが、こういう昔ながらの言い伝えも日本の夏らしさを感じさせてくれますね。ここからは私の子供の頃の思い出をお話しします。小さかった頃、よく家族と一緒にプール施設に出かけていました。ウォータースライダーや波のプールがあるかなり規模の大きなレジャープールです。私、小さい時は運動があまり得意ではなかったのですが、泳ぐことだけは得意で、学校のプールの授業で25メートルを何往復もして、授業終わるまでプールから出なかったこともあります。なので、夏はよくプールに行って、たくさん泳いで、帰りに炭酸のジュースを飲んで帰ることが多かったです。疲れるから夜はよく眠れますしね。今思うととても健康的な夏休みです。それから夏は屋外プールをやっているところも多くて、ウォータースライダーに乗って遊ぶことも多かったです。あれ楽しいですよね。波が出るプールでずっと浮き輪で浮いてるのも好きでした。あと夏といえば花火大会の思い出も欠かせません。浴衣を着て屋台で買った食べ物を片手に夜空に打ち上がる花火を眺める。最高ですね。ただ花火を見るのに場所を早く確保しておかなければならなかったので、夏の暑い日に外で何時間もそこで待っているのが大変でした。あと、これは日本の学生あるあるかもしれませんが、夏休みの宿題をギリギリまで手をつけずに溜め込んでしまうんですよね。8月31日になって初めて全然終わってないと焦り出し、夜遅くまで必死に取り組む。同じような経験をした方、きっといるんじゃないでしょうか。続いて、今の私の夏休みについてお話ししたいと思います。実は8月は私にとって特別な月なんです。なぜかというと、私は8月が誕生月なんです。なので、誕生日のケーキを作ったり、どこかに出かけたりすることも多いです。そして、父も妹も8月生まれなので、ちょっとお祝いする日が多いんですね。小さい時はケーキ屋さんでバースデーケーキを食べに行ったりしていたのですが、最近私はお菓子作りが好きなので、自分でケーキを作ることも多いです。あとは、8月はさっきもお話しした通り、お盆休みがあるので、ヨガの特別レッスンをすることも多いです。日本語のレッスンもする日が多くなったりします。旅行もたくさん行きたいのですが、8月は出かけるには暑すぎるので、私は部屋に引きこもることも多いです。9月や10月に涼しくなってから旅行にたくさん行きたいですね。紅葉も綺麗ですし。もちろん夏に行くのがいい場所もたくさんあるので行きたいですが、私は旅行するのは春と秋が一番好きです。皆さんはどうですか？さて、今回は日本人は夏休みにどこへ行くのかというテーマで沖縄や北海道をはじめいろいろお話ししてきました。皆さんはこの夏どんな計画を立てていますか？よければコメント欄でぜひ教えてください。旅行の予定でも夏の思い出でもどんな内容でも大歓迎です。最後になりますが、いつもこのポッドキャストを聞きに来てくださって本当にありがとうございます。コメントも本当に嬉しいです。それでは今回のポッドキャストはここまでです。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。